いらっしゃいませ。よ兄ちゃん、すっかり仕事に慣れたみたいだな。あはは、なんとか。なあ、あんた喧嘩が強いんだろ。どうなんでしょう。あの時俺たちに凄んで見せた迫力、なかなかだったぜ。今度うちのせがれにも格闘技を教えてくれよ。いや、人に教えるほどのものじゃ。ってはあ。広瀬、大丈夫かな。おい、どけ。うわっ。すいません。立ってんじゃねえぞ。くびり殺すぞ。え？おい、天使を出せ。は？ここの天使を出せと言っている。みかじめ料なら払いません。あ？今時そういうのは暴対法で厳しく取り締まられるんですよ。包帯なんだって？で、ここでは関係ないのか。大丈夫かこいつ。何でしょうか。これはラインスタッドのお嬢さん、オート警察署長のグレン・アルバートだ。オート警察？え？警察？先日は見事盗賊団を壊滅させたとか。さすがは竜殺しの娘というところか。ありがとうございます。もしかしてそれで警察から表彰していただけるということでしょうか。ちげえよ。聞いたところじゃクラリアスをまとって大立ち回りを演じたらしいじゃねえか。あまり勝手なことをされると困るな、ジョーちゃん。私にはうちの屋敷を守るためにクラリアスを行使する権利があります。貴族として敷地内での武装は許されるはずです。ジョーちゃんはな、ジョーちゃんのことを言っているんじゃない。目撃者が2体の鎧を見たというじゃないか。どういうことだろうな。それを見間違えたのだと思います。あ？夜でしたし乱戦でしたから、あれは私が一人でやりました。そうかそうか、一人でな。そりゃ大したもんだ、お嬢ちゃん。ざけんなこら。そんなことが一人でできるようには思えないな。アマちゃんのお嬢さんが。協力者がいるんだろうが、どこのドイツだ。警察としてはぜひ感謝状の1枚でもくれてやりたいから教えてくれないか。だから私が一人でやったんです。あ注文してもらえますか？あ？ここは店なので先に注文してください。お前どこのドイツだ。こんなところで何をしている。怪しいことしてるとしょっぴくぞ。いるが、盗賊に手も足も出なかった警察が偉そうにするな。そうだそうだ。なあ、お前らみんなぶち込んでやろうか。
何かご用でしょうか？あお仕事ご苦労様です。取り調べでしたら令状をお見せくださいませ。そうすれば署まで出向いて何なりとご説明いたします。善良な王国民の義務として。ただ世間話してただけだよ。客としてな。ほらよ、扉だ。どこから来たのか知らんが、おかしな真似をするなよ、小僧。警察の方が苛立ってますね。マリスさん。鎧での犯罪が頻発するようになったのはここ最近のことなんです。だから警察も対処が追いついていません。そもそも鎧による治安維持活動は騎士団か貴族にしか許されていませんでしたから、多くの平民で構成される警察には武装の権限がないのですね。すぐに配備されるでしょうけど、今は間に合ってません。おまけに今騎士団は戦争のために出払っていますから、警察はピリピリしています。トア様が正体不明の鎧を扱えると知られたら、おそらく厳しい尋問を受けることになるでしょうね。そうなんですか。ただでさえ今は治安が乱れていますから、しばらくはトア様もおとなしくしていた方がよろしいかと。シェリー、大丈夫か？はい。トアさん、結局、表彰はしてもらえないってことですよね。お嬢様。ちょっと期待してたので、自分の屋敷を取り戻して表彰っていうのも変ですよね。表彰してもらえたら、家の再興に少しは役に立つかなって思いました。ああ。しかし、これは。トアさん、お疲れ様です。シェリー、まだ戻ってなかったのか？今日はマリスの家に泊めてもらう予定なんです。それでお店を覗いたら、トアさんがまだ働いていたので。うん。本当にすみません。何？屋敷のお部屋を使っていただきたかったんですが。ああ。このままシャムレットの2階で寝泊まりするんですか？お部屋ならいっぱいありますし、どうぞ使ってください。いや。お嬢様、それはどうでしょうか。でも、トアさんは恩人だよ。それでもです。トア様の人柄は分かっておりますが、男性には違いありません。男性だと、ダメなの？それは、まあ。そっか。エロいことをされるからって、トアさんが言ってたっけ？トア様？あなたは何をお嬢様に。いやいや、俺がするんじゃなくて。誰がすると？いや、いいんだ。俺はあの屋根裏部屋のままの方が落ち着くから。そもそも朝からここで働くから、どうせなら同じ場所で寝泊まりした方が早いしな。
わさんは帳簿をつけているんですか？うん。すいません。だいぶ付け方がいい加減で。あはは。お金の計算が得意なんですね。まあ、いろいろと事情があって。決算表とか目を通すことが多かったから。決算表？いや、まあ、家族でそういうの得意なの俺だけだったんだ。ご家族、心配してるでしょうね。まあな。でも俺、時々長旅に出たりしてたから、そんなに驚いてないかも。たびたび長旅に出てたんですか？うん。とわさんには驚かされます。厨房での仕事もこなしていますし、帳簿もしっかりつけて。いろいろやらされてきたせいだ。俺も、普通の人よりちょっとは特殊な人生歩んでるから。何にしても、すごいですね。私は全然です。歌とか絵とか、踊りもたくさん習いましたが、今となってはどれも役に立ちません。いつかそういうのも役に立つんじゃないかな。だといいんですが。とわさん、折り入ってお願いがあるんです。お願い？一緒に来てほしいところがあるんです。ん？すごく恥ずかしくて、お願いしづらいんですが。うん。それって、どこ？おはようございます。おはようございます。マリさん、今日は俺。聞いています。お嬢様の用事に付き合っていただけるとか、よろしくお願いいたします。どこか聞いてないんですけど、シェリーは言いづらそうにしていました。どこなんでしょうか。まあ、とわ様なら、ある意味馴染むかもしれませんよね。俺なら馴染むとこで、恥ずかしい？その服、いつも着ているんですね。ああ、制服ですか。ああ、落ち着くので。おはようございます。おはようございます、お嬢様。じゃあ、マリス。ごめんだけど、とわさん借りていくね。どうぞどうぞ。とわ様は私の持ち物ではありませんから。そうだね。行ってきます。行ってきます。いってらっしゃいませ。それで、今日はどこに行くんだ？ですね。マリスさんが、俺ならある意味馴染むかもって、不思議なことを言ってたけど。おー、なるほど。それは確かに。とわさんが着てるのは、いずこかの学園のものですよね。ああ、そうだよ。とわさんの学園は、どんなとこですか？どんなとこかな。私立、民間の学園で、結構綺麗な学園だよ。そうなんですか。私が通っていた学園も、とても綺麗なところなんですよ。へえ。ここは、セーレム学園です。へえ、この町にも学園があるんだな。それはそうですよ。オートには3つの学園がありますが、こちらはその1つですね。なんか学園というより宮殿みたいなところだな。私が言うのも変ですが、主に
貴族の子女が通う学園です。そういう身分の生徒しか入れないので。そっか。シェリーはここの生徒なんだ。はい。一応、そうですね。一応？ちょっと待っててください。準備をしてきますから。うん。誰あれ。怪しくない？お待たせしました。シェリー？何の準備をしてきたんだ？お掃除ですよ。なぬ。実は学園にパートに来てて、少しでも生活の足しになればと。自分が通ってる学園で働いてるのか？ええ。大変だね。では早速始めますね。トアさんはお散歩でもしながら待っててください。学園内を見学したり。あれ？手伝いに呼ばれたんじゃないのか？違うんです。トアさんに付き合っていただきたいのは仕事が終わった後で。あら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 。見て、シェリーがいるわ。なんだか吸い汚れてるから大きなネズミかと思った。ああ、ジュースこぼしちゃった。ねえ、ここも拭いておいて、掃除屋さん。あれ？返事は？はい。直ちに。ごめん、またこぼしちゃった。あんたドジすぎ。何よその目は。文句があるの？ほら、廊下が汚いじゃない。さっさと拭きなさいよ。はい。待て。何？あんた。いいよ。俺が拭こう。父さん？あら、下僕が下僕に仕事させてるわ。さすがはラインスタットのお嬢様。下僕になっても人使いがお上手。ちょっと。何やってるのよ、あんたたち。誰よ？さっきから見てるとつまんないことして。暇なの？あんたら。ねえ、こいつベルフレアよ。ああ、くったらないことをして、ここのお嬢さんはジュースもまともに飲めないの？偉そうに。邪教徒が。にゃんだって？今、なんて言った？邪教徒って言ったのよ。汚れた英雄を信仰する狂った国の女が。だから何？私を放り出す？やってみなさいよ。怖。狂犬。ありがとうございます。あんたさ、見ててイライラするのよ。あんな連中にいいようにされて、なんで黙ってるの？相手が貴族だから？いいえ、掃除が遅いのは事実ですし。ま、どうでもいいけどね。今の子たちは？クラスメートの友達です。友達？
昔は、皆さんとてもよくしてくれたんですよ。皆さん、怒ってるんですよ。私の父がしたことに。でも本当に、父が罪を犯したのなら、しょうがないことです。でも、まだ本当なのか分かっていない。それに、シェリーはそうじゃないって信じてるんだろ？はい。私は、違うと思っています。父は、真面目な人ではないですが。でもそんな、王様を暗殺するような人ではありません。だからこそ、私は真実を突き止めるんです。そっか。よし。じゃあ、俺も手伝うよ。父さんはそんなことしないでください。いいからいいから。父さん。はい。ありがとうございます。そういえば、結局、学園に俺を連れてきた理由って何なんだ？はい。この後、会ってもらいたい人がいるんです。会ってもらいたい人？私の親代わりの方で、ここの学園長をされている、オスカー・ブレインさんです。オスカー・ブレイン。シェリー！おー、よく来てくれた。え？シェリー、我が大事な娘よ。もしかして、あの人が、お父さんじゃ？いえ、違います。オスカーさん、こんにちは。すいません。いつも。停学中であっても君は大事な私の生徒だ。何より親友の愛娘じゃないか。さっきから気になっているんだが、彼は君も知っての通り、ここに来ているのは両家の淑女ばかりだ。得体の知れない男を同伴するのは感心しないな。オスカーさん、ですね、こちらは永井とわさんと言いまして。はじめまして。最近知り合った、なんていうか、お友達で相談に乗っていただいているんです。お金のこととか。なるほど。君はそんなことを心配することないんだよ。私に任せておけば一番いいようにしてあげるからね。オスカーさん、私、屋敷を取り返したんです。おお、聞いたよ。さすがは彼の娘だ。君ならやれると信じていたよ。私の借金ですが、あの屋敷を処分すればなんとかなるでしょうか。そうだね。買い手が見つかるように善処しよう。が、一度盗賊が根城にした場所だ。あまり期待しないでもらいたい。なるほど。そうですよね。はい。やっと皆さんに残りのお給金を払えると思ってたんですが。シェリーは優しいね。落ち込まないことだ。私が全部いいようにしてあげるからね、シェリー。はい、ありがとうございます。トワ君と言ったかな。はい。シェリーのことよろしく頼んだよ。はい。恥ずかしいところを見せてしまいました。あの人は、一体。私が席を置いている学園の、学園長の、オスカー・ブレインさんです。父の旧友でもあって、
いろいろあった後も唯一、私の後ろ盾になってくださってるんです。そっか。父のことがあって、本当なら問答無用で退学になるところをいろいろ掛け合って学園に残れるようにしてくださったんです。今は停学中ということになっています。それに資金繰りの相談にも乗っていただいていて、私にとっては本当に恩人です。あの屋敷を売りに出すんだ。はい。使用人の方たちの退職金とかいろいろと必要で借金をしたんです。借金してまで払ってあげたんだ。それでも払いきれなかったお金がたくさんあります。それに私お金のことが苦手で、利子とかそういう計算がなかなかできなくて、どうも返しても返してもむしろ借金が増えてる気がしてたんですね。お金って不思議だなーって思ってたんですが、それどころじゃないなって、一度トアさんに見てもらいたかったんです。そういうの苦手？お金のことなんて細かく考えるなっていう教育を受けてきましたから、オスカーさんの話を聞いて、正直なところちゃんと頭に入ってこないというか、なので俺についてきてもらったと。すいません。結局今日は詳しい数字は出てきませんでしたし、無駄足になってしまいましたね。すいません。そんなのいいよ。とにかく屋敷の買い取り先を見つけることだな。オスカーさんがしてくれてるみたいだけど、俺たちでも探したらどうだろう。それはいいかもしれませんね。俺も手伝うよ。ありがとうございます。あれ、ちょっと待ってください。トアさんはそんなことをしている場合じゃないような。というと、帰る方法を探さないと。ああ、いや、まあそれもついでに。しっかりしてくださいね。シェリーに言われるとは。そろそろお一人で歩いてみたらどうですか？でもお店の手伝いは？お手伝いしていただけるのはもちろん助かりますが、トアさんも早く帰る方法を見つけないと。うん、ありがとう。お店で人手が必要な時はマリスの方からお願いさせていただきますので、トアさんはしばらく自由にしてみてください。ああ、わかった。よし。よう、あんたラインスタッドの。どうも。先日は活躍したみたいじゃねえか。これはサービスだ。で行け。ありがとうございます。ほらよ、ラインスタッドの嬢ちゃんによろしくな。ありがとうございます。
あれは、イノシシ？と、お？これは。おい。よう。小僧、なんだそれは。それって？耳に何か入れてるな。いや、これは。貸してみろ。ちょっと！なんだこれは。歌が聞こえるぞ。それは、ミュージックプレイヤーなんだ。ああ？ミュージックプレイヤー？気味の悪い魔道具だな。これはお前が歌っているのか？違う。こんなに上手くない。面白い道具じゃねえか。これはもらっていくぞ。何言ってるんだ。ダメだよ。俺様は野党じゃねえ。ほらよ、これで釣りが来るだろう。これは宝石。いや、そんな問題じゃない。それは大事なものなんだ。返してくれ。ああ？小僧、ただのガキかと思ったらすげえ目で俺を睨みやがる。俺様をそんな目で見る奴はこの国にはいないぞ。万死に値するぞ小僧。返せ。ほらよ、次会ったら問答無用で奪うぞ。せいぜい俺様に会わないように祈るんだな。あれは。これはよくお越しくださいました。いつもオスカー様にはお世話になっております。繁盛しているようで何よりですね。それはもうオスカー様がいつもいい子をよこしてくださるから。私の目利きは一流ですからな。これはお約束の分です。そろそろ次の仕込みも終わりそうでしてね。なんと、さすがはオスカー様、仕事が早い。次はとびきりの逸材となりそうですよ。それはせいぜい稼がせてやってください。本人も金を必要としていてね、頑張ってくれるでしょう。ただまあ、これまたかなりの箱入りですからな。その辺はうまく。心得ておりますとも、そういう娘の扱いには私慣れております。それにしてもオスカー様は悪いお方だ。
何を言いますか。これも一つの教育ですよ。何してるのあんた。店の中を覗いて。ダメじゃない。坊やの年でこんなお店来ちゃ。でも可愛い顔してるから坊やならサービスでパムパムしてあげるわよ。パムパム？失礼します。どうした？知らない。戸締まりちゃんとしたら？あれ、オスカーさんじゃない。あんたも好きね。教育者のくせにパムパムしていくの？私が興味あるのは泥に落ちた美しい白鳥がもがきながら沈んでいく姿ですから。とっくに落ちきって泥まみれになった鳥には興味はありません。やれやれ。こりゃ大した変態だわ。パムパムか。違う。あの店って何なんだ？オスカーさんはあんなところで何をやっていたんだろう。こんにちは。おう、父さん、どうぞ。どう？シェリーは何してるんだ？まだお掃除です。なかなか好き放題されていたみたいで。そうだよな。よし、俺も手伝うよ。父さんは街を自由に見て回ってください。一巡りしてきたから大丈夫。それより手伝わせてくれ。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとう。さ、オスカーさんってお父さんと旧友なんだ。はい。父とオスカーさんは前の戦争で同じ部隊に属していたんです。その縁もあって私にもとてもよくしていただいているんです。そっか。はいはい。おお、恐竜？郵便ですか？はい、ありがとうございます。これどうぞ。今の何？グオッポーですよ。グオッポ？こうやって手紙とか届けてくれるんです。かわいいですよね。かわいいかは置いておいて。そういや、人が乗ってるの見たことあるな。はい、とても頭がいいんですよ。すごいな。伝書鳩みたいなものか。伝書鳩って何ですか？俺の世界では鳥が手紙を届けるんだよ。それはすごいですね。さっきのグオッポも十分すごいと思うけど。それで手紙って？誰でしょう。うちに手紙なんて珍しいです。あれ、オスカーさんですね。
オスカーさん。屋敷に買い手がついたそうです。おお、これで借金が返せます。そっか。屋敷を手放すのは少し寂しいですが、でもお金の心配がなくなるのが何よりです。何よりラインスタッドの家を守ることができます。ここからまた再出発です。ああ。なあ、シェリー。ああは言ったけど、なんとかならないのか？生まれ育った屋敷を売るのって、寂しくないか？そうですね。確かにそれはあります。でも、働くようになって分かったんです。何が？人間、どこでだって暮らせます。今はお金を作るのが先です。そっか。とにかく、オスカーさんに会いに行こうか。はい。シェリー、よく来ましたね。オスカーさん、買い手が見つかったとか。そうですとも。苦労しましたよ。何せ訳ありの物件ですからね。ありがとうございます。では、早速契約書にサインを。早速サインします。え？待てー！ん？父さん？いきなり大声を上げてびっくりしました。まったく、礼儀を知らない少年ですな。どうしたんですか？父さん。いや、なんでいきなりサインしようとしてるんだ？だって、買ってくださるらしいですし。それで、いくらで？ここに書いてありますよ。これは。あの値段ってどうなんだ？値段？ほら。安いと思うけどな。ですよね。オスカーさん。なんだい？買ってくださるのはとてもありがたいと思っています。でも、この値段ではとても今の借金は返しきれません。辞めていった皆さんにほとんどお金を渡せません。それどころかラインスタッド家は。そうだね。私も胸が張り裂けそうだ。このままじゃ家は取り潰し、私がしてあげられることがないか寝ずに考えたんだ。それで妙案が浮かんだんだ。ありがとうございます。シェリー、君に仕事先を紹介してあげようと思う。仕事先ですか？ああ、今よりもっと稼げる仕事だよ。ありがとうございます。ぜひ。いやいや、ちょっと待て。オスカーさん、それは一体どういうお仕事で？
詳しくは知らないのだが、接客業らしいね。接客、今と同じですね。そういうことならもちろん頑張ります。頑張ろう。ちょっと待った。少し考えさせてください。なんでですか？うかつに OK するもんじゃないぞ。何をさせられるかわからないのに。その店の名前とかわからないんですか？何？いくらなんでも名前も聞かずに OK は。名前ならありますよ。アルミラだったかな。その店俺知ってるぞ。何？あんなところに君は何をしに行ったんだ？あんなところ？さっきどういう店かは知らないって。いや、俺は知ってます。何を知っているという？あそこはパムパムするところですよね。パムパム？貴様、なぜそれを？トアさん、それでパムパムって何ですか？なんだろう。とにかくいかがわしいサービスが行われる場所じゃないですか。そういうことも多少あるのかもしれないね。多少って？夜の盛り場というところはどうしてもそういう側面があるんだよ。子供にはわかるまいが。だからといってあんたそんなところにシェリーを。だったらどうするというのだね。何？生きていくというのは綺麗事じゃないんだよ。君のような子供にはわからないだろうがね。優しくすることだけが愛だと思わないことだ。それだけの大罪を彼女の父は犯した。彼女が周りから認められるためには人より何倍も辛い思いをして頑張らないといけない。違うかね？どうするシェリー？決めるのは君だ。私はたとえどんな仕事に就くことになっても頑張ります。借金を返してラインスタッドの家を存続させます。いい子だ。なに、君には無茶はさせない。私がよーく言っておくから大丈夫さ。当たり前だろう。君は私にとって大事な娘のような存在なんだ。はい。なあシェリー、いいのか？あんなこと言って妙な店で働かされるかもしれないんだぞ。確かに少し怖いです。何をさせられるか分かっているのか？そりゃあバカにしないでください。いくら私が世間知らずだからってそれぐらいつまりお店で知らない人とお話ししたり握手したりするんですよね。は？恥ずかしいですがやります。いや、そんなんじゃないと思うけど。私は世間知らずです。自分でも分かってます。だからこそちょっとは頑張らないといけないんです。少々ハレンチなことでも頑張らないと。それも私の戦いなんです。
そっか。なんでしょうか？わからない。外に出てみよとわさん、また盗賊団が。う。かもしれない。うわー！せっかく直した玄関がまた壊されています。ここが盗賊団が根城にしているという屋敷ね。よーく聞きなさい、悪党ども。おとなしく投降するならよし。さもなければこのルーベルフレアが退治してくれるわ。鎧なんで？盗賊団っていうのは。とにかくえらい勘違いしてるみたいだぞ。みたいですね。10、9、8。なんか数え始めましたよ。投降して話し合った方が良さそうですよ。どうだろうな。話が通じる相手には見えないけど。7、6、5。待ってくれ。姿を現したわね、悪誤解がある。話し合おう。党。話し合い？悪党と話すことなんてないわ。え？おとなしく投降したからには命だけは助けてあげるけど、その前に町の人たちを苦しめた悪行の報いを身をもって思い知りなさい。やるしかないみたいだな。ジール王国王家の眷属ルーベルフレア、町の人を苦しめる盗賊団を征伐してあげるわ。まずは小手調べね。なんだ、小さなあれは竜輪？にどうしたんですか？なんだか変ですよ。いや、それは何なんだ。見ててください。あ、鎧になった。あれは自律型のプレタポルテを生み出す卵です。あれに人が乗ってるわけじゃないんだよな。はい、無人の鎧です。竜輪があんなものを持ってるなんて、一体どういう人なんでしょう。来るぞ。向こうはやる気満々みたいだぞ。そうですね。戦うしかないようです。なんだか自信出てきた。やったぞ。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。町を荒らす盗賊ども、この私が成敗してやる。待ってください。私たちは違います。問答無用。懺悔は牢屋ですることね。話を聞いてください。シェリー、今は戦うしかないようだ。飛べ。とどめ。なんとか撃てます。いけるよ。手応えありました。やりました。やりました。
いつでも呼んでくれ。当たってやりましたとどめよはっやまただ。飛べ。とどめよいけます飛べ。やるじゃないのやっいけるよ。まだだ。飛べ。はあ。飛べ。せい。いけますはあ。いきますやっえいとどめよやっおいっちょ。いけますはあ。はあ。4人飛べ。はあ。はあ。いきますやっラッキー手応えありましたいけるよ。盗賊風情がやるじゃないでも私が負けるわけにはいかないストップストップ。待ってくれ。父さん危ないですよ。でもこのままじゃ拉致が開かないよ。武装を解いて話し合い盗賊のくせにいい度胸じゃないこんな奴が盗賊なの意外だわ違うって。俺は永井とはただの男だ。盗賊じゃないのそう見えるか。見えないわねでもここ盗賊団の根城になっているってそれは俺たちが追い出したんだ。あんたらがそれでここに住んでるってことどういうことよ私はシェリー・ラインスタッドこの屋敷の主です先日ここにいるトアさんと一緒に盗賊団を征伐して屋敷を取り戻しましただから盗賊団はもうここにはいませんわちゃーいやなんというか話し合おうかしら今さら。ごめんそれならそうと早く言ってくれたらいいのに言おうとしたのに聞かなかったんじゃないか。あははあの時はどうも。あの時って何私はルーベルフレア見ての通りの鎧乗りよ鎧について研究するために留学生としてユグドラキングダムへ来ているわでも思ったより退屈で鎧発祥の国なんだからその辺でいつだってドンパチやってると思ったのにそんなことないでしょ当たり前ですそもそも勝手に乗っちゃいけないって言うし騎士団に喧嘩を売ろうにも今は出払ってるって言うじゃないだから町の人を困らせてる盗賊団でも相手しようと思って来てみたのよそれがもう退治されてたなんてね
盗賊の首領がまだ捕まってなくて、賞金首になっていたから、勘違いしちゃったわ。そうなんですか？みたいよ。で？何？二人は夫婦？いや、友達かな。父さん、いや、まあ、友達と思ってくださっていたんですね。嬉しいです。何のやりとりしてるの？とにかく、門をぶっ壊したのは悪かったわ。すぐに修理させるから。すいません。やっと買い手がついたところですので、なんとかお願いします。買い手？何？ここって売りに出てるの？はい。なんで？引っ越すの？あんた。それが、いろいろと複雑というか。そういやこの国、王が暗殺されたとかで大変みたいね。まさかあんたのお父さんの仕業だったなんて。仕業と決まったわけじゃないです。そうなの？ま、いろいろと大変ね。なるほどね。いいじゃん。決めた。私ここに住むわ。住むって？この屋敷、丸ごと買ってあげる。玄関壊したお詫びもあるし、それが早くない？私も住むところ探してたのよね。でも、私にふさわしい邸宅なんて、なかなか空いてないじゃない？ここなら見栄えと広さは申し分ないし。ちょっと前まで、盗賊が根城にしてたんだぞ。上等。私を誰だと思ってるの？ルーベルフレアよ。それが実は買い手が見つかってるんです。そうなの？いくらで？見せて。それはダメです。個人情報ですから。これね。ほい！うわー！うん。何これ？こんなはした金で手放すわけ？この屋敷を。アホじゃん。いや、盗賊がちょっと前まで根城にしていたんだ。そりゃ、買いたがる人は少ないと思うぞ。ところどころボロボロだけど、趣味は悪くない建物だわ。外の景色も良かったし。よし、決めた。私が買うわ。ちゃんとした相場で。相場以上で。ルーさんって何者ですか？そんなお金が？正確には私じゃなくてパパのお金だけど、多分頼めば大丈夫よ。パパは私の言うことなら聞いてくれるから。お気持ちは嬉しいです。でもオスカーさんに頼んでますので。何？ちょっと待って。オスカーって学園長の？はい。へえ。あいつに仲介してもらってるわけね。オスカーさんは恩人ですから。で、提示されたのがこの金額ってこと？ねえ、これから3人で学園長に会いに行かない？商談しようじゃない。オスカー・ブレイン。何ですか？
いきなり。ベルフレア君じゃないですか。感心しませんな。いきなり目上の人物を呼び捨てにするなど。今日は学生じゃなくて、商談相手として来たのよ。商談相手とは？ラインスタッド家の屋敷。私が買ったわ。何ですと？聞けば、あんたあそこの仲介をしてるみたいじゃない？あんた、君ね、私は学園長。いや、そうは言ってももう買い手は。あんなはした金の相手に売ることないでしょ。こちらにもメンツというものがありますからな。一度交わした約束を反故にするわけには。大事な娘よりメンツを選ぶってことね。なんですと？やれやれ。シェリー、君はどうしたいんだい？屋敷の件、私に託すのか、この少女の言い分を飲むのか。私はルーさんに買ってもらいたいです。そうか。すいません。せっかく探していただいたのに。オスカーさん？何を謝ることがある？こんなに嬉しいことがあるか。あの頼りなかったシェリーが自分で決断するようになったんだ。オスカーさん。ごめんよ。君を試していたんだ。私のメンツなんてものはどうだっていいんだよ。私は君の成長を見られたのが嬉しいよ。つつましやかなのはいいが、時に遠慮しすぎるのは君の欠点だ。ありがとうございます。ベルフレア君。では、詳しい契約はまた後日ということで。いいわ。なあ、ところで、ゲッツォはもう捕まったのかしら？何？あいつだけまだ捕まってないらしいじゃない？奴がまだあの屋敷を狙っているとしたら、さすがに私も気になるわ。そもそもゲッツォとは誰のことですかね？知らないならいいわ。それじゃ。どうしたのよ。もしかしてあんたやつの正体に気づいて。はい。オスカーさんの正体がわかりました。ま、いろんな奴がいるから、あんたも社会勉強と思って。オスカーさんはやっぱりいい人です。は？あそこまで私のことを考えてくれたなんて。君の成長が見られて嬉しい。その言葉、胸に染みました。私は頑張ります。はあ？この子大丈夫？バッカじゃないの？なんでですか？あのオスカーって男は明らかにあんたを騙してるわ。人を見た目で判断してはいけません。あ、見た目がうさんくさいのは認めてるんだ。いや、おひげとかちょっと。あんなの見た目から言動まで全部うさんくさいっての。あんたとかいいとこのお嬢さんがホイホイ騙されるからあんなんなっちゃってるんでしょ。ある意味かわいそうだわ。一つ言っておくわ。あの男
あんたの屋敷を占拠していた盗賊と繋がってるわ。ゲッツォのことを話したでしょ？ゲッツォ？誰でしたっけ？あんた、教えてあげて。俺？ここを占拠していた盗賊団の棟梁の名前だっけ？そうよ。すごい、トワさん。よく覚えてますね。いや、自分のことをゲッツォ様って呼んだり、アピールがすごかったから。とっさにすっとぼけていたけど、隠しきれてないのよね。ゲッツォは、もともとは兵士だったわ。そしてオスカーの直属の部下だった。それは、本当ですか？なんでルーさんがそんなことを？事情があってオスカーのことを調べてたから。オスカーがゲッツォのことを知らないはずがないの。なんで知らないなんて嘘をついたんだ？後ろ暗いことがあるからじゃないの？後ろ暗いこと。例えば、こうよ。盗賊に、この屋敷を占領させる。そして、買い手がなくなった屋敷を二足三文で売り払い、あんたには借金が残るようにして。もう、やめてください。何よ。オスカーさんのことを、悪く言わないでください。ルーさんが色々と考えてくださっているのは、ありがたいと思います。でも、オスカーさんは本当によくしてくださったんです。感謝をしているんです。そんな風に、疑うことなんてできません。あんた、本気で言ってるの？はい。救いようがないバカね。勝手にしたらいいわ。聞きました。屋敷に買い手が見つかったとか。はい。もし借金を返せたら、シェリーは学園にはまた通えるようになるんでしょうか？どうなんでしょう。なかなか厳しいみたいです。そうなんですか？シェリーはまた学園に戻れたらと思っているみたいです。そうですね。多分ウェイン様の勧めで入った学園だからかと。シェリーのお父さんがあの学園を勧めたんですか？あまり教育に口出しをしないというか、興味がないようにも見えたウェイン様が唯一積極的にお嬢様に勧めた学園でした。どうして？制服が可愛いかららしいです。でもお嬢様は嬉しかったんだと思います。ウェイン様はなんていうか、あまりお嬢様と積極的に関わろうとする方ではありませんでしたから、学園にこだわっているのはそういうことだと思いますわ。ルーという子が自分が飼いたいと言っていて、シェリーは悩んでいるようです。聞いてます。ルーベルフレア様、ベルフレア家、ジールでは指折りの名家ですね。ただかの国とこの国は少々複雑な関係にありますから、ルー様という方がどういう方かは分かりませんが、あまり肩入れするのはどうかと思います。複雑。つい15年ほど前にかの国とこの王国は大きな戦争をしたんですよ。じゃあシェリーが言っていた戦争ってルーの国とだったんですか？そうですよ。和平を結び、今ではルー様のような留学生も受け入れるようになりましたが、それ以前も何度も戦争を繰り返してきた両国ですので、そうそう割り切れない問題が残っています。なんで戦争してきたんですか？複雑な問題ですが、一言で言えば、どちらが悪で、どちらが正義か、という問題なんでしょうね。どちらが正義で、どちらが悪？ルー様の国と、この王国は、正義と悪をめぐって、長く争い続けているのです。話は分かっているね。授業料の
あ、私としてもこんな話をするのはとても心苦しい。どうにかしてあげたいと思うが、アリサ君だけ特別扱いするわけにはいかないんだ。あの成績では小学生のままというわけにはいかないだろう。違うんです。あんな成績のはずがありません。誰かが私の答案を差し替えたとしか考えられません。そうかもしれない。いや、きっとそうだろう。アリサ君のような優秀な生徒があんな成績を取るわけがない。じゃでも証拠がない。調査はしよう。でもとにかく目の前のお金をどうにかしないとね。アリサ君は偉い子だよ。貧しい家族のために必死に勉強をしていい仕事に就こうと頑張っている。これからの国を背負うのは君たちみたいな若者だ。田舎の親に心配はかけたくないものだね。わかるよ、わかる。麗しき家族愛、学園長としてできるだけ応援してあげたい。そこでだ、アリサ君にいい働き先を紹介しようと思う。何も心配いらない。私は君たちのいわば父のようなものだ。私がちゃんと後ろ盾になってあげよう。はい。今夜面接を行う。誰にも言わずここに来なさい。いいね。誰にも言わずだよ。わかりました。私そう、今夜ね。大丈夫、泣かないで。あとは私に任せなさい。ふぅ。今日はこの辺ですね。ああ、お疲れ様。なあ、シェリーはどうするつもりなんだ？どうすると言いますと？もし屋敷が売れて、借金とか使用人の退職金とか払ったら、ここでこの店を続けていく？最近それでもいいのかなって思い始めています。トアさんが手伝ってくれて、シャムレットも繁盛してきました。こうやってマリスと3人でずっとやっていくのもいいのかなって。すいません、トアさんはそのうち帰らないとダメなのに。いや、それじゃあダメなんです。私は家を守らないと。それにお父様の疑惑をこのままにはしておけません。私が真相を突き止めるんです。お父さんのこと信じてるんだな。それは、正直わからないんです。え？お父様は確かに英雄ですが、決して世間の評判が良かったわけじゃないんです。ろくに仕事をせずに毎日飲み歩いて女の人と遊んで、そのことでいろんな人と喧嘩もして、だけど腕は立つから相手を暴力でねじ伏せてお父様を恨む人もたくさんいました。だから今回の事件でお父様をかばってくれる人もほとんどいません。なんていうか、結構自堕落な人だったの？客観的に見るとそうなりますね。昔はそうじゃなかったみたいですが、その頃のお父様は私は小さすぎて覚えてないです。
邪魔するわよ。ルーさん、この前は、すいませんでした。どうでもいいわ。それよりあんたにいいこと教えてあげるわ。いいこと？なんでしょうか。ワクワクします。オスカー・ブレインのことよ。オスカーさん。もしかして。ええ、そうよ。オスカーさんが、やっぱりいい方だと分かったんですね。全然違うわ。なんでそうなるのよ。だって、いいことっておっしゃったので。しっかり聞きなさい。はい。奴は、生徒に借金を背負わせては、いかがわしい仕事をさせている。おまけに、学園の金を私的に流用しているらしいわね。あんたも、働かされそうになったんでしょ？ルーさん。何よ。いかがわしい仕事って、何でしょう？いや、それは、ほら、ねえ、手をつないだり、お話ししたり、とかじゃないの？それは、いかがわしいですね。だよね。いやいや、そんなんじゃないだろう。じゃあ何？いや、ほら。だから、いかがわしいっていうのは。それは、ほら、指相撲をしたり、とか、かな。そんなこと。恥ずかしいですね。はしたないわね。とにかく、今夜奴を踏んじばって、証拠を掴んでやるわ。証拠を掴んでから踏んじばるのがいいよな。どっちも同じことよ。ルーさん、あなたは一体、何をしているんですか？私は、正義の味方よ。正義の味方？あんたも来るでしょ？あの男は恩人ずらして、あんたを食い物にしようとしてたのよ。それは。まだ信用したいの？だったら、直接、あの男の正体を確かめたらいいわ。私は。お待ちください。マリス？立ち聞きしてしまい申し訳ございません。聞けばオスカー様の悪事を暴くとかおすすめできません。あんたも主があんな奴に騙されたままでいいの？もちろん許せません。ただあなた方でオスカー様に挑んでも勝ち目があるとは思えません。オスカー様はウェイン様と共に先の戦争を勝利に導いた英雄の一人。現役を退かれてしばらく経つとはいえ力でどうこうできる相手ではないかと。ちょっと待って。ウェイン様って、そういやあいつ、シェリーの父親のこと、親友とか言ってたわよね。あんたの父親。名前はウェイン・ラインスタッドです。ウェイン。竜殺しのウェイン。ラインスタッド。ファミリーネームを失念してたわ。あなたが、あの男の娘、私たちの、宿敵。そう。そういうことだったの。シェリー・ラインスタッド。はい。勝負といかない？勝
勝負？どっちがあいつを倒すか。そんなことを言われても、オスカーさんが悪い人かまだわかりません。私はやっぱり、信じたいです。煮え切らないわね。これだけコケにされて悔しくないの？オスカーさんは恩人です。何か訳があるのかもしれません。まずは話を聞いてから。バッカじゃないの？ははあんた怖いんじゃないの？奴に歯向かって学園にいられなくなるのが。呆れた。図星なのね。今さら学園から追放されるのを恐れてるなんて、自分の置かれている状況が分かってるの？好きでこうなったんじゃない。私が何をしたんですか？私はただ普通に暮らしたかっただけです。くったらない。死ぬまで泣き言言ってればいいわ。みっともないところをお見せしました。ルーさんの言う通りです。私は結局、学園に未練があるんです。席を置いていれば、いつかは戻れるんじゃないかって、甘えていたんです。甘えは、捨てます。私は、私の目で確かめたい。どうなるとしても。これ、さ。え？俺、ずっと制服着てるだろ。マリスさんに、こっちの世界の服も勧められたんだ。でも、この服を着てた方が、戻れるような気がしてさ。何の根拠もないのに、シェリーが学園に戻りたいって気持ち、わかるよ。俺にとって学園は、そんなにいいところでもなかったけど、やっぱり、もう戻れないと思うと、寂しい。行こう。一緒に。真実を確かめに。父さん。約束通り来ましたか。はい。誰にも言ってませんね。はい。面接って何を？君の覚悟を見たくてね。覚悟は、あります。そうかい。だったら、この衣装を着て、この鞭で私を思いっきり叩きなさい。このヒゲメガネと罵りながら私をぶちなさい。さあ、早く。どうしましたか？ベルフレア家のご息女はこんなはしたないことはできませんかね。あんた。下手な変装はもう結構です、ベルフレア君。あんた、最初から気づいてたのね。学園長ですからな。生徒のことは何でもお見通しですよ。だったら話が早いわ。あんたを成敗する。してみなさい。アイスファイヤー。何これ、動けない。あらかじめここらには魔法陣を書いておきました。バカな。大掛かりな魔道具も使わず、これほどの魔力を。私を何だと思っているのですかね。俗物の理事長ですか。私は英雄ですよ。あなたの国との戦争を勝利に導いた希代の魔法使いオスカー・ブレイ。なめないでいただきたいですそれが今じゃ生徒を食い物にして欲望を満たす
化け物にでもなったわけ？人聞きの悪い。私は生徒を愛しているのですよ。従順な淑女に育て上げる責務がある。あなたのような身の程をわきまえない行儀の悪いお嬢様を徹底的に教育し直す責務だね。私にとってはあなたの目的も興味深い。ジールでは有数の名家の跡取りであるあなたが、金も名誉もあるあなたがどうしてこんなことに首を突っ込む正義のヒーロー気取りですか？気取りじゃなくてそのものよ。私はルー・ベルフレア、正義の味方よ。推強な夢見るお姫様といったところですかな。何とでも言えばいい。私は私の国の汚名を注いでみせる。武君を立てて私の名前を世界に知らしめるのだわ。汚れた英雄リディアを信奉するジールの民か。安い正義ごっこごときであなた方の呪われた歴史が清算できると思いましたか？おめでたいですね。何とでも言うがいいわ。私は私の信じる正義をこの手で行う。そしてジールの人々を呪いから解放する。そう、私ルー・ベルフレアは英雄になる。親の権力と財力で守られているだけの人形がいい気な妄想に取りつかれたものですな。今宵は特別レッスンを施して差し上げましょう。その美しい体にじっくりとね。一つ聞かせて。あなたはあの子を騙していたの？あなたを親と慕うあの子のことを。シェリー、我が親友の愛娘なわけがあるか。親友だと肩払いたいわ。私は彼女の父親が大嫌いでね。あの世間知らずの小娘が私を信じながらゆっくりと奈落に落ちていく姿を眺められたらどんなに愉快でしょう。あんた最低な教育じゃね。私は腕一本でここまで来た。そのことに誇りを持っています。ぬくぬくと家柄だけでのんきに暮らしている子供たちの将来を憂いています。私が社会の厳しさというものを教えてあげているのです。素晴らしい教育じゃないですか。ふざけるな。私はあんたなんかに存分に強がってください。けれど夜が明ける頃、君は心も体も私の教育に屈服しているだろう。君は負けたんだ、ルー・ベルフレア君。私の方が一枚上手だったようですね。どうかしら。おかしいですね。この後に及んでその余裕、助けでも呼んでいるのですか？呼んではないけど、私の勘じゃそろそろかなってね。何がそろそろなんですかね。言ったでしょ、私人を見る目はあるのよ。はい。オスカーさん。何？シェリー、なんで君が。私は
あなたを信じてました。あなたはお父様の友人で私を助けてくれた。だけど違ったんですね。シェリー、私はお前のそんな絶望にまみれた顔が見たかったのだよ。いいこぶるなよ、シェリー。信じていた？嘘をつくものじゃないな。信じていたならこんなところに来るわけがないでしょう。君は父親の旧友であり親代わりでもあった私を疑ってこんな時間に学園まで来た。君は恩人を疑ったんだ。なんということだ、シェリー。貧乏というのは人を堕落させるものだね。お前は貴族の身分を失ったばかりじゃない。恩人を疑うほどに人として堕落したのだよ、シェリー。お前の父は罪人だ。そしてお前は恩人を疑う恩知らずだ。こいつ。黙れ。あ黙れ、オスカー。私は蹴をされているだと。負けられません。オスカやれやれ。ラインパッド家のシェリー並びに留学生のベルフレア君が学園に押し入り、退学処分を不服とした突発的な犯行だった。こんなところですかな。君は故郷へ強制送還ですな、ベルフレア君。シェリー、君の家は今度こそ取り潰しだ。あんたをここで踏んじばって警察に突き出すという手もあるわね。やってみなさい、ゲッツォ。よう、また会ったな。あなたはなんでここに？なんでって、そりゃ全部あなたが仕組んだことだったんですね、オスカーさん。あなたほどの人がどうしてかな。私が聞きたいぐらいだよ。地位や名誉というものは誇示すればするほど輝きが大きくなるが、金というものは使えば当然のようになくなっていく。不思議なものだ。多趣味な私には金はいくらあっても足りない。ついには私は学園の金を使い込んでしまってね。このままで身の破滅だ。あなたと同じということです、シェリー。おバカな。私が周到に用意した魔法陣から脱出した。この子は父親のとばっちりを受けているだけだわ。あなたのはただの道楽でしょ。正義も悪も突き詰めれば道楽でしかないのですよ。子供にはわからないでしょうが。さてゲッツォ、あとは任せましたよ。うまく処理してください。こんなやつらぶっ潰してやる。ルーさん、部活に突っ込むと囲まれます。協力していきましょう。しょうがないわね。足を引っ張らないでよね。ガキども、この前の借りは返させてもらうぜ。お前らやっちまえな。来るわよ。覚悟はいい？
なんだか照れますね。何ですかこれ。別にあんたのことなんか。やったわ。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。倒した。いけるよ。まだだ。せいや。飛べ飛べ。簡単です。行きます。いつでも呼んでくれ。こんな雑魚に任せるなんて舐められたもんだわ。追いましょう。こっちです。また汚いところは部下に任せっきりってほんとクズね。負けるわけにはいかないな。当然私よね。飛べ。ほいっちゃ先危ないわね。先いつでも呼んでくれ。まだだ。そうや。飛べ飛べ。ほいっちゃ先やるじゃない。
よろしくお願いします。当然私よね。観念しなさい。オスカーはどこ？あいつ仕組みやろ。まあいい。このゲッツォ様が相手だ。前回味わった屈辱を晴らさせてもらうぜ。準備万端です。いきます。早く変わりなさいよ。やりました。とどめよ。手前よ。とどめよ。ちょっと待て。話し合おうじゃねえか。止めや。これでまた英雄に一歩近づいたわね。やったわ。シェリー！あとはあんたたちだけよ。おとなしく投降したらどう？いいのですか？私が失脚すれば、あなたは後ろ盾を失う。この学園からも除籍されるでしょう。上流階級から本当にこぼれ落ちてしまうのですよ。そんなもの、もう、どうだっていい。言いましたね。なら、本当に一人になりなさい。娘として可愛がってあげた私という大いなる愛を失って。違う。彼女は一人ぼっちじゃない。俺がいる。お母さん。私もいるわ。そうなのか？ノリだけど。ありがとうございます。普通に感動してるぞ。もう迷わない。私はあなたを撃つ。忌々しいその目、父親にそっくりだ。いつもはやる気のないような顔をして誰よりも強く、おいしいところを全部持っていきましたよ。だから私はあの男が憎くて、その男の娘であるお前を憎い。シェー
負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。スターさん、あなたと戦うことになるなんて。私も信じられません。あなたの父が王を暗殺するなんて。お父様はやってません。証拠はないんです。私だって何もしていませんよーだ。証拠はないのです。あなたたちは賊として警察に引き渡しますよ。あいつぶっ潰す。頑張ります。はっ、これからです。そこですか。当たって。そこですか。やっ、そこですか。まだだ。えい。来るな。準備万端です。行きます。はっ、やっ、そこですか。いつでも呼んでくれ。まだだ。準備万端です。行きます。いけるよ。おいてください。そこですか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 。飛べ。準備万端です。俺様は言うだぞ。やったー、強くなりました。何ですかこれ。バカな。オスカーさん、もう降参してください。そして罪を償ってください。小娘が認めんぞ。お前らみたいなガキどもに。英雄の俺様が。ウェイン家に伝わる我が秘術、受けるがいい。すべて飲み込まれてしまうがよい。これは取り込まれる。そう
ところで終わるなんてね。今助ける。触らないで。うかつに触れればあんたまで取り込まれるわよ。これは触れたものを全部取り込む呪いだわ。近づけばあなたも取り込まれるだけ。勝負あなたたちの勝ちにしてもらっていいわ。私の父に伝えてほしいの。ごめんねって。それに愛してるって。断る。ここから出て自分で言いに行けばいい。バカなの。触るなって言ってるでしょ。バカなのはお前だ。よくわからないけどやらないといけないことがあるんだろ。だったら諦めるな。最後まであがいて何でもしてみろ。私を助けて。手を伸ばせー。こっちへ。このままじゃあんたも危ないわ。手を離しなさい。嫌だ。父さん、私に任せてください。これは魔力の渦が消えていく。バカな！私の魔法が！今のはこの子の力なの？それに今あの子がまとっていた光は一体リディア様を倒したという男の血を引く少女シェリー・ラインスタットか。バカな。私は英雄なんだ。英雄は崇められ、すべてを手に入れる。地位も名誉も、そして快楽も手に入れ。さて、そろそろ警察が来る頃じゃないかしら。警察？タレコミ入れといたのよ。いくら腰が重くても、このドンパチは伝わってるはずだわ。そろそろ。おい、誰だお前らは。あの声は。さあ、逃げるわよ。おい。オスカー・ブレイン。かつての英雄の学園長は盗賊団とつながり私腹を肥やしていた。学園の資金の横領についても露見したそうです。夜に押し入った義賊によって成敗されたと。現在は私は騙されたのだと言い続け、取り調べもろくに進んでいないと。とりあえずめでたしめでたしですね。シェリーにもそのことは話したんですか？ええ。どうでしたか？ウェイン様の王様への暗殺事件が発覚して、ラインスタッド家からは誰もが離れていきました。その中には、小さな頃から可愛がってくれた家族のような人々、使用人、友達、たくさんの人がいました。誰もがお嬢様を見捨てたのです。お嬢様は一瞬にして一人ぼっちになったんです。そして最初に手を差し伸べてくれたのがウェイン様の旧友であるオスカー様でした。王宮にも顔が利くオスカー様はラインスタッド家の爵位剥奪を保留させ、資金を工面してこの店を開業する手はずもつけてくれました。
オスカー様だけがお嬢様のために手を尽くしてくれたのです。どう見てもうさんくさい人ではありますが、お嬢様はオスカー様を本当に信じていたのです。トア様、お願いです。え？トア様だけはお嬢様を裏切らないでください。はい。ルー来てたのか。なんだよ。あんた、長井とは、とか言ったわね。借りができたわね。借りって、ああ。いや、気にしなくても。いい気にならないでよね。ええ。それじゃあの箱入りにも伝えておいて。そのうち、礼を言いに行くわ。ん？シェリー？トアさん、その格好は？もしかして復学できたんだな。違うんです。学園に最後の挨拶をしに来ました。そっか。学園残念だったな。いえ、もういいんです。お父様の言っていたことを思い出したんです。士官学校に行って授業はつまらなかったけど、そこで大切な仲間ができた。だからお前も学園という場でそういう仲間を見つけてほしい。学園生活を楽しんでほしい。あと制服が可愛いところに行ってほしいって。そうなんだ。学園には行けなくなってしまいましたが、私には友達がいますから。ねえ、ちょっと。聞いたわ。学園辞めるとか。はい。あの夜、私、学園長に呼び出されて。でも、ルーさんが代わりに行ってくれたわ。でも、何が起こっているか気になって、見に行ったの。そしたら、あなたが戦っていたわ。それは、きっと人違いですよ。そうよね。あんたのはずがないわよね。そうですよ。私、学園に借金してたんだけど、全部無効だって。だから、辞めるつもりだったのに、辞める必要もなくなったわ。よかったですね。ずっと、あなたのことが嫌いだったわ。苦労も何も知らない、貴族の娘。父親が英雄というだけで、周りから大事にされて、それが、すっかり落ちぶれて、学園の掃除なんかやらされて、うなだれてて、いい気味だと思った。はい。いい気味だと思ったのに、悔しいけど、あなた、以前よりずっといい顔してるみたい。これじゃあ、全然いい気味じゃないね。いろいろ、ごめんなさい。トアさんの世界には、卒業式ってありますか？ああ、あるよ。それを今、お願いできますか？それは。なんていうか、私に卒業式をしてほしいんです。ああ、うん、わかった。
シェリー・ラインスタッド、卒業証書を授与します。ありがとうございます。じゃあ、頑張っていきましょう。やれやれ、前向きでいいことだ。借金は帳消し？はい。よくわからないんですが、オスカーさんが違法な貸し付けをしていたとかで、本来の借金はすでに返し終えていたらしいです。その辺に詳しい役所の方でアーテレさんという方が教えてくれました。むしろいくらか戻ってくるそうです。過払いとかで。あの男はほんとクズね。でも借金があると思ったから必死に働くことができました。こうして完済できたのはオスカーさんのおかげとも言えます。はあ、まったく前向きというか、どれだけお人よしなのか。あれ？ということはここを売却する必要はなくなったと？そうですね。でも私は約束通り買ってもらいたいです。ルーさんに。いらないわ。ま、私も宿敵の屋敷なんて考えてみたら欲しくないわ。そうですか。でもルーさん、住むところを探していたんですよね。じゃあよかったらここに住みませんか？は？ルーさんにはいろいろ助けていただきました。お礼がしたいです。好きに使ってください。いろいろって言うほど何もしてないけどね。私も一緒ですので、それでもよければ。お断り。あんたに施しを受ける理由はないわ。そうですか。だからここ借りてあげる。お金はいくらでもいいからいい部屋を用意してよね。はい、ぜひ。そうだ、トワさんもこちらに移りましょう。いや、俺はあっちのままでいいよ。夜の帳簿管理もあるし、あっちの方が色々と楽だと思う。そうですか？ねえ、あれ気を使っているのよ、一丁前に。うるさいな。気を使うというと何でしょう？あんたも大概ね。ほら、男と女なんだからいろいろあるでしょ？男と女だからいろいろって何でしょう？俺を見られても。トイレとか。いやいや。そうよ、トイレとかどうするの？そんなこと気にしてたのか？そうだけど他に何かあるの？いや、そうと決まれば今夜は私の歓迎会よ。食べるわよ。自分で歓迎会って。いいでしょ。あんたらの店にあるもの全部持ってきて。ケーキ漬けよ。私はルーベルフレア。この国で私は英雄になる。